チャンピオンズリーグベスト16開始直後は、アーセナル、スポルティングが突破予想が上だったのが、セカンドレグではボードーグリムトが予想をひっくり返した。そして衝撃な結果の末、対戦が決まった2つのチーム。アーセナル対スポルティングクルーベでポルトガル。果たして抜けるのはどっち？みんなこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。今日もサッカーのあれこれを見ていくのだ。こんにちは、メタンです。ところでメタン、チャンピオンズリーグの準々決勝の組み合わせ、やっと全部決まったのだ。そうよ、今回は日本人サッカーファンが最も注目すべき一戦、スポルティングクルーベでポルトガル対アーセナルを徹底解説するよ。なんで日本ファン注目なのだ。呆れた。にわかとはいえ日本人選手が出てる試合ぐらい把握しときなさい。にわかじゃないのだ。森田秀政がチャンピオンズリーグ準々決勝でプレミアシーのアーセナルと戦うのだ。これはヤバすぎるのだ。知ってるんじゃん。概要欄から気になるとこに飛んでみてくれても OK なのだ。だからチャンネル登録どうかと浮かしてくれさいなのだ。ちゃんと言いなさい。まず注目してほしいのが、オプタスーパーコンピューターの予測がどう変わってきたかだ。時系列で振り返ってみます。まずラウンド16の組み合わせが決まった直後、アーセナルの優勝確率は 26.88% で全16チーム中トップ。スポルティングはたったの 3.1%。誰もが隠した扱いだった。3.10% ってあんま勝ち目がないのだ。そうだよね。続いてラウンド16ファーストレグが終わった後、アーセナルはレバークーゼンと1対1の引き分け。スポルティングはボーデに0対3で大敗。どちらも苦しい結果だった。この時点でオプタの突破確率は、アーセナル 78.07% でまだ優位。でもスポルティングはたった 13.27%、ボードオブリムトは 86.73% で突破有力とされてたのね。スポルティングは 13% しかなかったのだ。それで勝ち抜けたのだ。そして優勝確率はアーセナル 22.07% で2位に後退。スポルティングは 0.50% まで下がっていた。そしてラウンド16セカンドレグ。スポルティングはホームのアルバラーデで5対0の完全支配。合計5対3で大楽天突破を果たした。ポゼッション 66%、シュート38本、XG3.35 対 0.54。XG って何なのだ？シュートの質を数字にしたものだよ。簡単に言うと、本来何点入ってておかしくなかったかってこと。スポルティングは3点以上入って当然の攻撃をしてたってわけ。ボードは 0.5 だから1点にもなってないのだ。つまりボードは完全にやられてたってことなのだ。お、賢い賢い。エッフェンバッハなのだ。はそれにしても0対3から5対0って逆にすごすぎて漫画でも見ない展開なのだ。得点は34分イナシオのヘッド。後半ペドロ・ゴンサルベス。78分スアレスの PK。延長92分アラウホ。120プラス1分ネル。森田秀政は先発出場し68分までプレイ。守備バランスを保ちながらサイドの崩しにも貢献した。この逆転劇はチャンピオンズリーグ史上5例目の0対3からの逆転突破。2003年デポルティーボ、2017年バルサ、2018年ローマ、2019年リバプールに並ぶ歴史的快挙よ。あのリバプやバルサの逆転と同じ快挙なのだ。世界中のファンがこの逆転劇にどう反応したか。まず試合中のリアルタイムの声から。レモンターだ。大逆転。あるか。準々決勝の相手なのに、アナーズサポも快進撃に思わず応援しちゃったのかな。スタジアムの雰囲気はものすごくて、スポルティングは失うものがない状態で全力を出している。相手にとっては厳しい状況だ。森田は様々な局面で影響力を発揮し、サイドでは崩しを生み出している。森田、ヒルマンド、マキシ、トリンコンのプレッシングとアグレッシブさは圧巻だ。ポルトガルに住んでるサッカーファンの森田を名指しで褒めてるのだ。ジーンとくるのだ。スポルティングはここまでで5点取れていてもおかしくなかったからな。試合後、スポルティングサポーターから森田への熱い声が届いた。森田とルイ監督の抱擁。マチシが泣いている。このクラブが大好き。森田と監督が抱き合って、マキシが泣いてて、もうダメなのだ。投げてくるのだ。マキシ、ヒルマンド、森田、トリンコン、スアレス、みんな全員やりきった。ありがとう。今日のスポルティングはまるでバイエルンみたい。全く容赦がない。スポルティングがあらゆる面で上回っていたこの試合に関して、うちは全く試合に入れていなかった。敗者のサポーターまでスポルティングを叩いてるのよ。完璧な試合だったって証拠ね。一方のアーセナル。ファーストレグはドイツでレバークーゼンと1対1の引き分け。ホームのセカンドレグで2対0の完勝。合計3対1で準々決勝進出を決めた。ちなみに予想はドンピシャで当たってました。エッヘンバッハ。
でも間に合わずに結果で手かられたから怪しいのだ。悔しいです。おじさんネタはやめてね。話を戻すわよ。36分にエゼが20ヤードの距離から右足でスーパーゴール。チャンピオンズリーグ初ゴール。63分にはライスが中距離弾で2対0。シュート数21本と完全支配した。エゼって確か元クリスタルパレスなのだ。なんで知ってるの？鎌田大地がいるチームだから知ってるのだ。にわか、侮れず。ズンメタラウンド16が終わった今現在のオプタの予測。8チームの現在の優勝確率はこうなっている。アーセナル 29.95%、バイエルン 18.02%、バルセロナ 14.74%、パリ・サンジェルマン 12.15%、レアル 10.18%、リバプール 7.04%、アトレティコ 4.65%、スポルティング 3.27%。まずスポルティングの優勝確率を見て。ラウンド16抽選直後 3.1%、ファーストレグはと 0.50%、そして今は 3.27%。逆転突破で一気に6倍以上に跳ね上がったのよ。6倍になってもまだ 3% なのだ。でもあの逆転を見たら、なんか信じちゃうのだ。そしてこのカードのクォーターファイナル突破確率。アーセナル 78.36%、スポルティング 21.64%。アーセナルが圧倒的有利ね。でも、スポルティングはボードーグリムト戦で 86.73% の不利をひっくり返したのだ。今回の 21% だってあるかもしれないのだ。ブックメーカーのオッズも加えると、ファーストレグはアーセナル勝利 57.14%、引き分け 25.64%、スポルティング勝利 21.28%。でもスポルティングにとって引き分けも悪くない結果よ。ああ、まだホーム&アウェー対戦の最初の試合なのだ。そうそう、とりあえず勝ち負けだけじゃなくて純粋に試合を楽しめる状況ってことね。ズンメタクォーターファイナル決定直後のアーセナルサポーターの声も聞いておこう。ここ20年で最高のアーセナルチームだ。今季初めて欧州最高の選手たちを擁したシーズンと言える。我々は今、静かな自信を持ってウルトラインスティンクトに達しつつある。ウルトラインスティンクトってドラゴンボール？アーセナルサポーターってオタクなのだ。今はオタクそうでなくてもみんなアニメ見てるよ。ヨケレ氏がスポルティングを料理してくれるだろう。何せ彼はあのスタジアムが大好きだからな。キョキョレシって確かスポルティング出身なのだ。フルス対決でもあるのだ。まだ名前言えないのね。スポルティングのキャプテンヒルマンドはファーストレグ出場停止。これはスポルティングにとって大きな痛手になる。アーセナルサポーターも弱点を把握してる。油断は全くないわ。スポルティング、キャプテンが出れないのだ。痛いのだ。ズンメタ戦力比較を簡単にまとめるわ。アーセナルはライス、エゼのダブルエンジンで攻守をカバー。今季ホームのヨーロッパ戦無敗。スポルティングはホームの圧力とダブルボランチが強みだけど、ヒュルマンド夫妻が痛い。ヒュルマンドが出れないのだ。森田への負担が増えるってことなのだ。そういうことだね。でもそれは森田が試合を支配するチャンスでもあるわよ。この一戦の最大の見どころは森田対ライス、エゼのミッドフィールドバトルね。ここで恒例の勝手な我が家の予想いきまーす。恒例になったのな。5本。ファーストレグ、ホームでスポルティングが1点を取るが守りきれずアーセナルに逆転され1対2。セカンドレグ、アーセナルのホームゲームで進んでしまい2対0でアーセナル。と予想してみました。スポルティング負け予想なのだ。数字からの予想でしょ。オプタはアーセナル 78% で突破有力。でもスポルティングは 0.45% からここまで来たチームよ。ファーストレグをホームで1点差以内に抑えれば、セカンドレグのロンドンでの番狂わせも夢じゃないわ。0.45% から始まったスポルティングの旅がまだ続いてるのだ。森田と一緒に奇跡を信じるのだ。そう、数字は可能性を示すだけ、結果を決めるのはピッチの上だけだもんね。メタンなんかかっこ嫌なのだ。うるさい。ちなみに中の人は実はアーセナルサポです。ずんだもんと楽しく対決したいと思います。試合は4月8日、スポルティングのホームでファーストレグ、4月15日にアーセナルのエミレーツでセカンドレグよ。絶対に一緒に見届けようね。次回もどっかの準々決勝展望をやるのだ。ちゃんと見てほしいのだ。どっかって何なのよ。というわけで、この動画が気に入ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンどうかお願いしますのだ。また次回もよろしくお願いします。またね。